舞台はアメリカ・ロサンゼルス。一人の男が待ち合わせ場所に乱暴な運転で向かっていた。待ち合わせ相手は武器の売人ですでに到着していた。いやー、クライブ、調子はどうだい？遅刻だ。あ？遅刻だ。この俺が？ああ、お前が。冗談じゃないぜ。俺は1時間前から店の中で待ってたんだ。俺も中にいたぜ。おいクライブ、店の裏でって言ったろ。待ち合わせ相手の売人と男は早速取引を開始する。ほほー、こいつはすげえ。これなら俺様も超ご機嫌だ。で、中身は？もちろん C4 だ。爆薬の？二人が取引の話を進めているところへ警察がやってくる。こんなにハッピーなのは久しぶりだ。商談は成立。喜んで代金払うぜ。車から離れるんだ。あ、おまわりさん。売人は落ち着いた顔で銃を出す。バカな真似はよせ。銃を下ろすんだ。銃を向けられている男は振り返り売人を殴り飛ばす。おい、だと動くな。わかったわかったよ。これでいとこも冷静になった。もう心配ない。おまわりさんたちは消えてくれ。手を頭に乗せろ。だからもう大丈夫だって言ってんだろうが。早く乗せるんだ。男が警察を追い払おうとするが警察は撃たれてしまう。逃げる犯人に男はすかさず発砲する。やめろ。 C4 が爆発する。陽気に踊るこの男の名前はジェームズ・カーター。カーターはロス市警の刑事でおとり捜査をしていたのだ。でも俺はロス市警のデカなんだ。お前を逮捕する。そんなカーターに FBI から仕事の依頼が飛び込む。さっき FBI から電話があって、今朝10歳になる中国領事の娘が誘拐されたそうだ。君に協力してほしいと言っとる。 FBI が俺を？出世のチャンスをつかんだカーターは急いで FBI が集まる元へ向かう。だが実際に依頼された内容は誘拐事件ではなくリーという中国人刑事の護衛だった。おいちょっと待ってくれ。それじゃ話が違う。俺は誘拐事件の捜査のために呼ばれたんだろ。いや違う。君の任務はリーの護衛だ。事件が解決するまで我々の前に現れるな。こんなのってありが。不服を感じながらもカーターは空港でリーを待っていた。私はカーターです。英語話せますか？なんでこの俺がチャーハン野郎のおもりしなきゃならねえんだ。カーターは言葉が通じないリーに苛立ちを感じながらも車へ向かう。バッグを後ろに積んでください。違います。荷物は自分で積んでください。護衛の仕事を任されたことにバカにされたと感じたカーターは独自に事件解決に動き出す。女の子が誘拐されたんだ。ギャングの友達からなんか聞いてないか？何にも知らねえ。ただ最近ある男が銃や爆薬を大量に仕入れてるっていう話は聞いたことがある。だが情報を仕入れているとリーがいなくなっていた。カーターは急いで追いかける。待ってろって言ったろ。カーターはリーを捕まえ調子に乗っているとまたすぐに逃げられてしまう。まあいいだろ。くそ FBI だ。バスを止めろ。止まれ FBI だ。バイクを貸せ。冗談じゃない。降りろ。カーターはリーの乗ったタクシーを止める。おい降りろ。今すぐ降りるんだ。勝手なことするな。一体どこ行くつもりだったんだ。リーを無事に捕まえたが実はリーが英語を話せることも発覚する。わざと喋れないふりをしたってのが。話せるが話さなかった、それだけのことだ。口論をしながら二人は車へ乗り込む。かっこつけんな。お前はちゃんとドアから乗れ。今度やったらぶっ飛ばすぞ。リーが逃げた理由は誘拐事件の捜査に参加するため中国領事館へ向かうことだった。どうして捜査に参加できないんだ。 FBI はお前が嫌いなんだ。当然さ。俺もお前が嫌いだ。そんなリーを尻目にカーターは独自の捜査を再開する。カーターはいとこの店を訪れ誘拐事件の情報を聞き出そうとする。銃や爆薬を買い漁ってるやつがいるんだ。誰だかわからねえか？チャイナタウンで聞いたんだ。最近香港から来た男がものすごい量の銃や爆薬を金に糸目をつけず買ってるって。名前は？知るか。俺はそういう人が取引してねえんだ。はい、本当だろうな。ああ。くそ、誰が知ってるんだ。結局重要な情報を知ることはできなかった。ここで何を。とりあえず何か食おう。時間を無駄に使うカーターにリーはしびれを切らし一人で領事館へ向かってしまう。彼が香港警察のリー警部補です。リーを追いカーターも領事館を訪れる。この人は誰だね？カーター捜査官です。私の捜査に協力を。スーヤンを救うために必死でやってくれてます。
リーと私で必ずやお嬢さんを無事救出してみせます。話を進めていると、カーターは偶然にも誘拐犯からの電話に出てしまう。もしもし。誰だ？もしもし。 FBI の人間と話がしたい。ああ、俺は FBI だ。娘を無事返してほしければ俺の話をよく聞け。わかった。メモを用意する。誘拐犯の要求は今晩11時までに身代金5000万ドルを用意しておくことだった。金の受け渡し場所と方法は受け渡し時刻の30分前に連絡する。無事に金を受け取ったら娘は返す。逆探知をしていた FBI はすぐに現場に急行する。君たちはビルの中を調べてくれ。各界くまなく屋上までだ。突入するのは危険だ。俺もそう思う。やめるようによ。リーが FBI 捜査官に突入中止を要求するが聞き入れてもらえず、突入した部隊は爆発に巻き込まれてしまう。なんてこった。そんな中、リーは怪しい金髪の男を発見する。走り出すリーに対し金髪の男は逃走を図り、その後をカーターも追いかける。二人は金髪の男との距離を縮めていく。だがあと少しのところで取り逃がしてしまうのだった。あいいよさん、大丈夫だ。それ以上来るな。火が腐ってるって言えよ。言ったさ。いや言ってない。言ったとも。ほら聞いてないぜ。来るなと言ったよ。お前の言ってることはわからねえ。リーは金髪の男が落としていった装置を拾っていた。その装置を調べた二人は、それが爆弾の起爆スイッチであることと、チャイナタウンのフーチャオ飯店にいるジュンタオという男が爆弾意識を購入していたことを突き止める。二人はすぐにフーチャオ飯店に向かうが、実はそこでは今日身代金の受け渡しが行われる場所だった。スーツケースの中に小さな発信機を入れておきます。よし、どうぞ。もしもし。金を揃えたか。揃えた。金を持ってチャイナタウンにあるフーチャオ飯店の裏の路地へ行け。あと29分しかないぞ。遅れるなよ。金髪の男が店に入るのを発見した二人は、怪しまれないように別々に店に入る。どうもいらっしゃいませ。いや元気。どうぞはいよろしく。お席へ。実はジュンタオ氏と待ち合わせをしてるんだ。ジュンタオに下へ来るように伝えてくれ。ジュンタオ氏は2階に。カーターが呼び出されたのを見たリーは後をつける。部屋を通されたカーターが監視カメラを見ているといきなり襲われてしまう。何見てんだ。なんで黙ってんだよ。いきなり蹴りかよ。俺が何したってんだ。おい待てよ。今の嘘だ。謝るよ。俺を殺す気か。だったら銃を捨てて男らしく戦え。銃の下怖いのか。そうだ、それでいい。覚悟し。今蹴ったのはどっち。俺だ。そうか。カーターは一人で戦闘を開始する。相手にならず返り討ちにあってしまうカーターだったが、そこにリーが現れる。早くやつら。リーは次々と敵をなぎ倒していき、カーターも負けじと殴られる。二人は協力し、なんとか優勢に立ったが、銃を持った応援が現れ、急いで逃げ出す。おわ、嘘だろ。追いかけてきた敵が撃った銃弾がガス管に当たり、フーチャオ飯店は爆発してしまう。二人が路地を出ると FBI が集まってきていた。身代金の受け渡しを邪魔してしまった二人はそのまま連行される。こいつらを今すぐ領事館へ連れてってくれ。今回の件でカーターは捜査から外され、リーは香港へ帰るように言い渡される。そんな時、領事のもとへ誘拐犯から連絡が入る。もしもし。身代金を7000万に増額した。詳しいことは明日また連絡する。今度バカな真似をしたら娘の命はないからな。聞いてくれ。今夜のことは私とは関係ないんだ。パパ助けて。スーヤン、金は用意する。だから娘を。もしもし。翌日、誘拐犯から連絡が入り、身代金の受け渡し場所を指定される。領事、予定通り中国博覧会の会場へ行くんだ。金は中央制御室に置け。中国博覧会では大勢の人々が集まっていた。そこへカーターとリーも現れる。領事は開会の挨拶を始めるが、娘のことが頭から離れず、言葉を詰まらせてしまい、隣にいた男が代わりに挨拶に立つ。おい、あの男フーチャオ飯店で見たぞ。怪しいと睨んだカーターはすぐさま動き出す。まずここにいる人間を会場の外に出そう。残った奴が誘拐犯の一味だ。それこそが皆さんお耳を拝借。私はロス市警のカーター会場にカーターのやつが。皆さん、この会場何やってんだ。爆弾を仕掛けたという電話があった。カーターが来客者を逃がすと、フーチャオ飯店にいた男は歩き出す。
金髪の男から起爆装置を受け取っている姿を見たリーはすぐさま駆け寄る。ジュンタオ、貴様だ。安良寺、あんたの娘は体に C4 を巻きつけられ外の車にいる。起爆装置を持つこの男こそが誘拐犯の黒幕だった。香港が返還される直前までここにある美術品はある個人の所有物だった。私だ。私は生涯をかけここに展示されている貴重な文化遺産の数々を少しずつ収集してきた。なのにそれがたった一晩で私の手から奪われたんだ。今夜はそのお返しをさせてもらおう。黒幕の様子を見ながらカーターは外に走り出す。あと少しでヘリが私を迎えに来る。おい待てよ、ここは駐車禁止だって言いに来たんだ。見てみろ。大丈夫、うちはしない。腹を蹴飛ばすだけだ。カーターが扉を開けると、そこには爆弾を巻きつけられた女の子がいた。状況を打開するため、カーターは女の子を乗せた車で会場へ突撃する。カーターのこの行動により状況は一変したが、黒幕は逃げ出し、銃撃戦が始まる。黒幕が身代金を奪い逃げていく一方で、リーは女の子に取り付けられた爆弾を取り外し、黒幕を追いかける。そんなリーを手下たちが行く手を阻む。貴重な中国の美術品をリーは壊すわけにはいかない。美術品を壊さないように戦わなくてはいけないリーは苦戦を強いられる。しかしそんな逆境の中、なんとか敵を撃退し黒幕の元へ向かう。リーが黒幕の男を追いかけている中、カーターは金髪の男を発見する。銃を捨てるんだ。男らしく戦え。じゃあ同時に銃を捨てよう。行くぞ。カーターが金髪の男を倒したことにより、残るは黒幕だけとなった。リーと黒幕は死闘を繰り広げていた。リーの手は限界を迎えていたが、黒幕の掴むチョッキが破れてしまい、そのまま転落していく。リーも限界を迎え落下するが、カーターの手により無事に着地する。どうもありがとう。何すんだ気持ち悪い。こうして女の子を無事に救出し、事件は解決した。事件解決に大きく貢献したカーターは、FBI から本格的に勧誘を受ける。旅から戻ったら FBI のバッジが待ってるからな。なんて言ったらいいか嬉しくて泣きそうだよ。そうだ、俺にいい考えがある。あんたたち2人はバッジを外してケツの穴に突っ込め。しっかり奥までな。俺はロス死刑でいい。クソったれ。今回の映画はいかがでしたか？2人のデコボココンビの相性は絶妙です。ラッシュアワーは全部で3部作になっているので、続編が気になる方はぜひ見てみてください。これからもいろんな映画を紹介していきますので、チャンネル登録といいねもよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。